I had it all figured out. Knew which road I would go down. Thought I could do it all on my own. But then you came around. When fate has its way and things fall into place, all the plans you made don't make sense anymore. Honey, I am sure that love was a good detour. Love was a good detour. Well, I had the mountains on my mind, but I was supposed to find someone to share these moments with, someone to share this ride. When fate has its way and things fall into place, all the plans you made don't make sense anymore. Honey, I am sure that love was a good detour. Love was a good detour. 'Cause all the beautiful places I've been and all the dreams that I've been chasing, what would they mean if I hadn't taken the long way around? I found you. I found you. When fate has its way and things fall into place, all the plans you made don't make sense anymore. Honey, I am sure that your love was a good detour. Love was a good detour. はい、というわけで2月に制作したヴィンテージジュエリーをちらっとご紹介します。まずはゴールドカラーのもの。こちらは大切にしすぎてずっと出し惜しみしていたチェコのヴィンテージガラスボタンを使用していて、柔らかい雰囲気が可愛いと思ってお気に入りです。お次は少し幾何学的なピアスです。こちらはピアス1点のみですが、もう手元にパーツが少ししかないものも使いながら仕上げているので、本当に一点物としてその日の気分で楽しく制作したものです。お次はシックなブラックが美しいイヤリングです。こちらもヴィンテージのガラスボタンが一点物なんですけれども、全体のバランスがすごく美しいと思っていて、こちらもお気に入りのイヤリングですね。I know I cannot see it through. I got my head on straight so you can pass the blues. Disco biscuits in my little tooth. I got this throbbing headache and I'll bend the truth. Ace my test, I guess that I'm the best. I guess that I'll be better when the beds are rest. I just can't get over this bar I've said, so I'm gonna take this bar and throw it off the edge.
same old me. I keep marching forward with a small belief that if I'm still persistent, then I'll soon break free. Lost my thought, I think it wasn't bold. I think it's just a thought that wasn't meant to be told. I grew out of my lens and I could fit my soul. Oh, I was 29, now I'm turning old.はい、というわけでどうもこんにちは、塩見ゆかりです。いやー、というわけでですね、ようやく私の新しいジュエリーが完成しまして、それがこちらなんですけれども、じゃじゃーん、見てください。バングルです。いやー、ようやくちょっとね、ずっと作りたいなと思っていたバングルが完成しまして、これは、この前新しく完成した小さな幸せシリーズ、この辺ですね、この辺のものと同じシリーズとして作っていたものでして、でもう一個実はネックレスも作ってるんですけど、それはちょっとまだ完成しておらずなんですけども、ようやくちょっとバングルが完成しまして、このバングル、いやー見てください。初めてバングルを作るので、今回はちょっと華奢めで綺麗めに見えそうなもので作りたいなと思って、ちょっとね、いろいろ試行錯誤して制作しました。いやね、この完成するまでもう本当に一見するとよくある感じの雰囲気かもしれないんですけども、私にとってはですね、こう何回も細かい部分を見直して作り直したりしておりまして、ここに行き着くまでに、例えばこういうサンプルですね、もうちょっとね、動画だと絶妙なその違いとか伝わらないと思うんですけど、こういう何回も実はサンプルというか試作をして作り直しています。これもちょっと一部なんですけども、例えば最初の方とかだとここのね、幅とかの見え方も違っていたりとかで、今回この中の方につぶつぶ小さな丸を入れつつ、こうネジネジしたデザインにしてるんですけど、この粒の大きさとかもサンプルの段階とかだとだいぶ違ってたりしてまして、っていうのを何度も繰り返して作ったりしているんですけど、それがようやく完成したということでですね、私もかなり嬉しくて最近よくつけております。小さな幸せっていうテーマを、今回掲げて作ったんですけども、それもやっぱり日々小さな幸せに目を向けてみると、めちゃくちゃ私幸せだなっていうことに気づいたので、そういう気持ちとか思考をデザインに反映させたいなっていうことで作っているのが、この小さな幸せシリーズなんですけども、これはその中でも日々こういろいろね、何かが重なり合ったりとか、ねじれ合ったりして積み重なってる人生なんですけども、結構その点と点、この点々ですね、点と点がつながって、人生になっていくよねっていう中で、その中でもいろんな小さな幸せがあると思うので、それを見落とさずに過ごしたいなっていう気持ちを込めたバングルでして、これ今回華奢なデザインにしたのには、私最近お仕事とか行く時とかはだいたいApple Watch をつけておりまして、私本当にスケジュール管理がマジでできない人間でしてなんですけど、Apple Watch をつけてると教えてくれるのでApple Watch 本当に必需品でして、なので Apple Watch と重ねても邪魔にならないサイズ感のものがいいなっていうことで、今回ちょっと綺麗めに作っております。でね、お休みの日とかはこのまま単体で使っても綺麗だし、なんならこうちょっと夏場に向けてもう少し大きいバングルも欲しいなって思ってたりもしてるので、それと重ねても使えそうな感じのデザインをまずは作ってみたいなっていうことで作りましたという感じなので、もう本当にね、待望のバングルでございますということで、かなり喜ばしい。こちらもね、私がデザイン画を描いて、こんな風に
試行錯誤しながら日本国内の職人さんにお手伝いいただいて作っている過程もあるので、受注制作っていう形でしか今はお受けできないので、ちょっとね概要欄にも記載のあるショップの方でこの辺は受付しようかなと思っておりますので、よろしければ概要欄ご覧いただければ幸いです。で、これに合わせて実はもう一個完成したものがありまして、いやこれも嬉しい。こちらフープイヤリングです。これは以前から販売していた馬の後ろ姿とこのホースシューですねを組み合わせた、もう私の大好きを詰め込んだ幸せを呼ぶモチーフシリーズなんですけども、これをもう今まではですねちょっとピアスしか作れておらずだったんですけども、イヤリングが欲しいですっていうお声を本当にちょっといただいておりまして、これもちょっと試行錯誤しながら職人さんとご相談して作ってようやく完成したのがこちらでございます。というわけでイヤリングも完成したので、本当にピアス開いてないっていう方はぜひこちらをお試しいただければ幸いでございます。いや、ようやくできた。これも嬉しい。なんかどうしてもやっぱり個人で作ってるので、なんかいろいろ作るには限界があってこう一つ作るのにもねめちゃくちゃやっぱりお金かかりますし、こんな感じでサンプル何個も作ったりとか、こういう前作ったシンプル系のリングだけでも何回もサンプルとか作ってやり直しをして作っているので、それは時間もお金もかかるということで、なかなかですねちょっと大変なのでございますが、それでも作りたいっていうことでね、やっぱり人間いつか死んでしまいますから、作れる間に作って作品として残していきたいなっていう思いで作っているので、本当にね自分の人生をかけて作っていると言っても過言でない作品たちばっかりなので、本当にちょっとよろしければご覧いただければ幸いでございます。いやー、最近ね徐々にレパートリーが増えてきたので私も嬉しくて、このね私が嬉しいと思っているしかもシルバー925のベースでちゃんと作っていて、かつ変色しないようにも加工を施しているという、かなり自分で言うのもなんですが贅沢仕上げというか、大手企業とかだと原価とかを考えるとあんまりやらないんじゃないかなって思っていたりするんですけど、それができるのも個人でそんなに売らなきゃいけないっていう感じで作ってないからっていうのもあるんですけど、なので質に関しては私が使いたいからこそちゃんとこだわって作ってるっていうところでもね、個人的にはかなりおすすめしたいジュエリーたちなので、いやいつかねちょっとリアルでこれを見ていただける日をポップアップとかね設けれたらいいなと思いつつ、ちょっと頑張って制作しておりますので、よろしければ概要欄からご覧いただけると嬉しいです。